おはようございます。ケンです。本日もテスラに関する最新情報をお届けしていきます。今日の内容ですが、株価は下がっている。でも投資は拡大している。さらに安い EV については否定している。少しバラバラに見える動きをニュースベースで整理していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずは今の空気感からです。テスラ株ですが、かなり厳しい状態が続いています。本日、この資料を作っている段階で、株価は345ドルと、昨日とほぼ動いていない状況ではあります。しかし、直近で8週連続の下落になる可能性が出てきています。さらに、いわゆるデッドクロスも発生しています。これは短期の移動平均線が長期を下回る形で、テクニカル的には弱気シグナルです。ここに加えて、利益率も下がってきています。以前はかなり高い水準を維持していましたが、今は明確に圧迫されています。つまりまとめるとこうです。株価は弱い。利益率も下がっている。そして投資家は次の材料を探している状態です。ここはかなり重要です。なぜなら今のテスラは期待で買われている銘柄だからです。期待が弱くなると株価も弱くなりやすい。今はその状態に入っている可能性があります。では、なぜこのような状況になっているのか、次にコストの話を見ていきます。テスラは今回、新たなバッテリーサプライヤーを追加しました。中国のメーカーで比較的コストが安いバッテリーを供給する企業です。ここで重要なのは、なぜ追加したのかです。バッテリーは EV のコストの中でもかなり大きな割合を占めています。つまり、ここを下げることができれば、車体全体のコスト、これを大きく下げることができます。今回の動きはかなりシンプルで、コストを下げたいという意思がはっきりと見えています。さらにサプライヤーを増やすことで価格交渉力も上がります。一社に依存しないことで、より有利な条件を引き出すことができます。つまり、今のテスラはかなり現実的な動きをしています。コストを下げる、利益を守る、そして価格競争に対応する。この流れは今の EV 市場を考えると自然な動きです。ここで一つ重要なニュースがあります。昨日の YouTube でお伝えした小型の安価な EV についてです。報道ではテスラが小型で安い SUV を開発しているという話が出ました。いわゆるモデル2のようなポジションの車です。ただ、これに対してテスラ中国は公式に否定しています。ここかなり面白いポイントです。というのも、このタイミングでの否定は少し違和感があります。報道が出た直後に否定しているんですね。では本当にやっていないのか、ここは正直断定はできません。ただ、整理するとこうなります。市場としては安い EV は確実に必要です。特に中国では価格競争が非常に激しい。一方でテスラは公式に否定している。つまり今の状態は見えていない領域です。やっていない可能性もある。ただ、水面下で何か動いている可能性もある。ここは今後の大きな注目ポイントになってくるんではないかと思います。では次に未来の投資を見ていきます。テスラは今、オプティマスにかなり大きな投資をしています。今回も研究開発のための大規模なスペースを確保したっていうニュースが出ています。これはかなり規模が大きいです。しかも単なる研究ではなく、将来的には生産まで見据えているようです。つまりビジネスにする前提で動いているということになります。ただしここも重要です。現時点では収益にはほとんどつながりません。あくまで長期の話です。なので今の株価には直接プラスにはなりにくいです。ここが今のテスラの難しいところになります。短期では利益が圧迫されている。でも長期では大きな投資をしている。このギャップが今の評価の難しさにつながっています。そして最後にオーナー視点の話です。スーパーチャージャーの動きです。テスラはアイルランドで充電ネットワークを倍増させる計画を進めています。さらにカナダでは信頼性や使いやすさの面で高い評価を受けています。ここは非常に重要です。なぜなら EV は車そのものだけでなく、どれだけ快適に使えるのか、これが価値になるからです。充電がしやすい、待たない、ストレスが少ない。これがそのままユーザー体験になります。
つまりテスラのスーパーチャージャーっていうのはテスラの競争力そのものと言ってもいい部分です。ここは非常に安定していて強い。株価が下がっていてもこの基盤は崩れていません。ではここまでを一度整理しておきましょう。株価は弱い。利益率も下がっている。一方でコストの削減は進めている。新しい EV については不透明。さらにロボットなど未来への投資は拡大している。そしてインフラはしっかりと強い。こうやって並べてみるとどうでしょうか。方向がバラバラに見えますよね。ただここで一つ考え方があります。これはあくまで一つの見方ではありますけれども、今のテスラは整理されていない状態に見える一方で、何かを作っている途中とも考えることができます。すぐに答えが出るフェーズではない。むしろいろいろな選択肢を同時に試している段階です。だからこそ動きがバラバラに見える。ここが今のテスラの面白いところでもあり、難しいところでもあります。では最後に一つだけ。今ははっきりとした結論を出すタイミングではないと思っています。むしろ何が起きているのか、これを正しく把握することの方が重要です。その上でどう判断するかっていうのは人それぞれです。テスラは弱くなっているのか、それとも次のフェーズに向けて動いているのか、この問いを持ちながら、これからもニュース、これをね、皆さんと一緒に見ていけたらと思います。はい、ではね、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今日はこの後僕は東京の方に向かいます。そして千葉に向かって先日からお伝えしていたプロテクションフィルムの工場に行ってみたいと思います。そしてその工場では実際にデモなどもしてくれるみたいなので、どんな感じなのかを見ていきたいと思います。この様子は動画に撮ろうかなって思っていますけれども、今日 X でどんどん上げていこうかなとも思っています。YouTube として上げるかどうかっていうのは少しね、検討しますけれども、とりあえず X の方で撮った動画っていうのは上げていこうかなと思っていますので、ぜひ X のフォローの方もよろしくお願いいたします。また本日十数名集まりますけれども、半分ぐらいは初対面の方が多くいらっしゃると思いますので、今日参加される方、どうぞよろしくお願いいたします。一緒に一日楽しみましょう。そしてね、ぜひね、ナノトップ、これもね、どういった感じで掃除するのか、どれぐらい効果があるのか、コスパってどうなのか、このあたりもね、見てもらえればと思います。きっとね、感激してもらえるんじゃないかなと思います。もう我が家は洗剤は基本的にナノトップを使っていますので、ナノトップのコスパかなりいいです。そして汚れもいいですし、自然に優しいっていうのもやはり一番の大きなポイントになってくるんじゃないかなと思っていますので、環境のために自分でできることはやっていく、そういったスタンスで環境のことも考えて生活をしていく、そのためのナノトップ、これね、いいんじゃないかなと思っています。今日来られる方、そのあたりもぜひね、体感してもらえればと思います。またこういった企画は定期的に行っていきます。次の予定なんですけれども、もう実は決まっておりまして、6月の6日、7日、今度は名古屋で行います。またこちらも紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、よかったら来られてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。ではまた。